正社員と非正規労働者の不合理な格差を禁じる労働契約法20条をめぐる2つの裁判の判決を待つ人々。今日傍聴希望者多いですね。多い。整理健康。いや、やっぱりそれだけ関心が高いでしょ。格差是正判決。はい。浜京レックス事件への判決。正社員に支給されている6つの手当のうち、住宅手当を除く5つの手当が認められた。かなり前進した判決だと思います。今後の裁判の指針、あるいは労使交渉の指針となるような、そういう内容の判決になったと思います。原告はトラック運転手の非正規労働者。私らのような非正規の社員、非正規社員方らがこれから訴訟と、会社との交渉と、やりやすくなったとは思っております。定年退職後に嘱託社員となったトラック運転手3人が正社員との格差を訴えた長沢運輸裁判。非常に残念です。同一労働同一賃金と言っておきながらですね、同じ仕事なのに賃下げ OK というこの落ち着きを与えるような判決は納得いきません。なぜ2つの判決は明暗を分けたのか。判決では定年後再雇用の場合、賃金引き下げは広く行われている。年金の受給があることなどを理由に挙げた。専門家はこう批判する。シニア世代、定年後の働き方に対しても、今やってる仕事をきちんと見て、公平に処遇していくことが社会的要請になってきているし、浜京レックスの判決の考え方を定年後にも普通に及ぼしていくのが今後の課題だと思います。この日の判決について、両原告が所属する組合はこう批判した。レーバーネット松原ですけど、全日圏の小山職長にお伺いしたいんですけれども、どんなふうにトータルとして見てますか。裁判所自身がやっぱり判決が与える社会への影響というのをどの程度深刻に考えているかということについて強い疑問を持つんですね。だから浜京レックスの判決はそうした実情の中で条件を全体的に上げていく役割は果たすかもしれないけども、今この業界がもう魅力がなくなって若い人が来ない、だから年配の人に頼らざるを得ない、そういう人たちに本当に過酷な判決を出したのが長沢の判決の意味だと思うんですね。そういう意味では最高裁は深刻に厳しく反省すべきだと思いますよ、私は。ありがとうございます。6月3日、東京上野公園の野外ステージで行われた若者憲法集会。北海道から沖縄まで全国の若者1100名が参加しました。メインは東京大学大学院教授の小森洋一さんと、大学で9条の会を作って活動している大学3年生の新妻さくらさんの対談。私たち一人一人が行動していくことの意味っていうのをまた詳しく話していただけたらなと。3000万人署名がね、1350万集まったっていうふうに、日本の社会のあらゆるところでやりきることだと思います。私と憲法をテーマにアピール。あなたは家庭や学校、職場、バイト先、その中で個人として大切にされていると思いますか？個人が大切にされる社会とは、女とか男とか国籍とか肌の色とか性的指向などで差別されることがなく、ありのままの自分が大切にされる、そういうことだと思うんですよ。そのためには憲法をみんな一人一人が自分のものにして普段の努力することが必要なんじゃないかと思います。大阪からやってきた若者3人によるラップとコールでエンディング。その後、新宿中央公園で行われた安倍政権から9条を守るデモ。若者憲法集会と未来のための公共が共催しました。デモのキャッチコピー、まともな政治を諦めないです。
絶対に安倍政権を終わらせて、私たちの本当の未来あるまともな政治を取り戻していきたいと思います。その後、新宿駅方面へデモ行進。自衛隊員の命を守れ、自衛隊員の命を守れ、安倍政権は救助をいじるな、安倍政権は救助をいじるな、安倍政権から救助を守れ、安倍政権から救助を守れ、憲法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 を守れ。財務省側が大規模な文書改ざんや繁華街を進みます。そこに待ち受けていたのは突撃ラッパを繰り返す右翼の街宣車でした。デモには2000名が参加。若い世代の力を見せていました。6月2日、新宿西口で全国のアスベスト被害者遺族が集う駅前集会が行われました。皆さん方の身にも降りかかるかもしれません。日本の役人は腐っております。私たちは日本の役人の言いなりで建物を作り、皆さんを守ってきております。それが30年40年経って労働者の体に入り、アスベスト疾患にかかってるんですよ。その後、赤面対策全国連絡会議が開かれ、建設国賠訴訟などの報告を行いました。アスベスト被害は今も続いています。木村建設、常態的な化石債などを改めてもらおうと、3年前に労働組合が結成されました。しかし、組合結成を理由に組合員が突然解雇されました。東京都労働委員会は今年3月、解雇撤回や組合への支配介入の禁止などを命令。会社側はそれを不服として現在中央労働委員会で争っています。6月2日、全国一般三多摩労働組合木村建設分会は葬儀の一環として木村建設の元請けであるゼネコンを訪れ、化石債の防止を訴えました。ただ現場で化石採をしているところっていうのはチェックはあると思うんですけども、化石採という車両自体が違法なんですよ、ね、木村こちらその車は現場に今も入ってるんですか？タンク車両なんですけど、ダンプではないんですけども、箱を乗せ替えられるタイプのタンクになってるんですよね。元請け企業の担当者は調査を約束しました。中路医は7月に開かれます。